エバークライシスのファーストソルジャー編で初登場したローゼンと呼ばれる少年。エバークライシスをやっていない人からすれば誰なのか全くわからないと思いますが、若きセフィロスとグレンに大きな影響を与えた人物です。どうも、エトです。今回はこのローゼンが一体何者なのかということをわかりやすく解説します。その人物像や目的、ファーストソルジャー編でのグレンとの関係、若きセフィロスに与えた影響、そしてグレンに与えた影響についても解説・考察していきます。また動画の最後にはローゼンと若きセフィロスの会話のムービーをノーカットで載せておきます。この動画を最後まで見れば何度も見たくなる気になるムービーだと思うので、気になる方は最後の最後までお見逃しなく。それでは早速見ていきましょう。それではまずはローゼンとはどういう人物なのかを見ていきましょう。名前はローゼン。グレンたちが調査隊として訪れたラディオル群島の島の一つ、シザド島に住んでいるラディオルと呼ばれる民族の少年です。ラディオルとはかつてシンラによって滅ぼされた民族であり、その残党が現在ラディオル群島に潜伏しています。そのため反シンラ感情は非常に強く、シンラとは敵対関係にあります。グレンたちのヘリがラディオルの攻撃によって墜落した場所がシザド島でした。ラディオル群島に生息するモンスターであるバロイルの群れに襲われているところをローゼンが助けたことがきっかけとなり、グレンたちとの関係が始まります。最初はラディオルの罠やおとりかもしれないとローゼンを疑い、グレンたちは警戒します。しかしグレンたちがシンラの人間と分かった上で、本島に行くための協力を惜しまないローゼンに、グレンたちも次第に心を許していきます。本来は敵同士であるはずの二人のこの奇妙な信頼関係は、後で語るセフィロスの話にも絡んでくるので、覚えておいてください。ローゼンはシザド島にたった一人で住んでおり、この島で愛犬のレフと一緒に約1年間を過ごしています。また、ローゼンには親兄弟はいません。もともと兄弟はおらず一人っ子であり、両親を海の事故で亡くしています。だからこそ次に説明するラディオルの目に選ばれたのかもしれません。ローゼンはラディオルの目と呼ばれるラディオルの中でも選ばれた存在です。この島では気の本流と呼ばれる津波のような災害が起きる予兆をいち早く観測することができます。ラディオルの目の使命はその予兆を本島にいる同胞に日々知らせることです。予兆を知らせる方法はこの島にある巨大な煙突から立ち上る煙の色です。黄色は予兆あり、赤色は緊急退避、白色はラディオルの目が生きていることを意味します。ラディオルが言う気とはライフストリームのことです。この辺りの海域はライフストリームが豊富なため、その流れが大きく変わるタイミングでライフストリームが暴走して地上に吹き出します。このライフストリームの暴走をラディオルは気の本流と呼んでいたのです。この影響で歴史上何度かラディオルは滅びかけており、このような任務を行う人間が選ばれるようになったわけです。しかし、ラディオルの目の任務は死ぬまで続きます。つまりローゼンは死ぬまで天涯孤独な人生を送るということです。それを聞いたグレンたちはあまりにも過酷な任務に絶句しますが、ローゼン自身は名誉ある任務を全うして星に帰ると語り、全く悲観していません。それはラディオル人が同胞のためなら死を選ぶことも恐れないという独特な考えを持っているからかもしれません。では次にローゼンとグレンの関係について見ていきましょう。本来は敵対関係にある者同士がなぜ奇妙な信頼関係を築けたのか、そのエピソードをピックアップして二人の関係を見ていきます。ピンチを救われたグレンたちはローゼンの案内で内陸にある果樹園に案内されます。グレンとマットは話し合いの中で、現地人が少年一人というのは怪しいと見て、ラディオルの罠もしくはおとりかもしれないと警戒します。しかしグレンは自分の勘がローゼンは悪いやつではないと伝えていると話し、ローゼンから揺るぎない意志を感じると語ります。このグレンの鋭い勘は当たることになります。
ローゼンの様子を見るため、グレンたちは最初は、自分たちは神羅の使節団だと語り、戦争の燃えかすを平和的なやり方で掃除するためにやってきたと嘘を話します。しかし、ローゼンにあっさりとその嘘を見抜かれ、本当は神羅の調査隊としてマコール建設候補地の策定にやってきたと真実を語ります。それを聞いたローゼンは、敵対関係にある神羅側の人間であるグレンたちに、目的の島はここではなく、この南にある本島だと伝え、この島に来るために自分が使ったボートを譲ると話します。話が上手すぎると疑うグレンたちに、ローゼンはこの島からなるべく早く出て行ってもらうことが自分の望みだと伝えるのでした。グレンはいろいろと助けてもらったお礼に何か手伝えることはないかとローゼンに申し出ます。ローゼンは最初はきっぱりないと断りますが、手伝いたいなら土と薪を集めてほしいと頼みます。このあたりの様子からローゼンがグレンに気を許し始めたことが伺えます。頼みを聞いたグレンは地味な任務だと言いながらも喜んで手伝います。手伝いが終わった時、マットはなぜローゼンのことを気にかけるのかとグレンに尋ねます。グレンはローゼンを見ていると昔の自分を見ているようだからだと答えます。さらに、親もいないこんな島に一人で暮らすなんて想像もできないし、自分だったら話し相手もいなくておかしくなりそうだと語ります。だからこそ自分たちがいる間に話し相手になってローゼンの笑顔を見たいと思ったのです。ボートの修理が終わり、いよいよグレンたちの旅立ちの時が近づきます。ローゼンは久しぶりに人と話せて楽しかったですとあっさりと別れを告げます。それを聞いたグレンが早く出て行けってかと皮肉を言うと、笑いながらバレましたかと答えます。そう、初めてグレンたちの前でローゼンが笑ったのです。ローゼンの笑顔を見たグレンは何も言わずにローゼンの頭を撫でます。そしてグレンも、じゃ行くわと伝えるとボートへと向かいます。その後ろ姿にローゼンは、ここのことは忘れてくださいねと、本心とは裏腹な気持ちを伝えます。この後ボートに乗って出発する3人に、ローゼンは手を振りながら、どうかご無事でと3人に別れをちゃんと告げて、深々と一礼します。そんなローゼンを見て、何とも言えない気持ちになったグレンは、結局最後までローゼンにちゃんと別れを告げずに出発することになります。こうして本島に無事に到着したグレンは、この後、任務のために行動することになりますが、その間も遠くに見える白い煙を見ながら、何度もローゼンのことを気にかけます。それくらいグレンの中で、ローゼンという少年の存在が大きくなっていたのです。途中でセフィロスの火星もあって、無事に任務を遂行した4人は、ついに魔法の試験掘りが始まると聞き、急いで拠点へと戻ります。シジャド島を出る前に、グレンはローゼンに、本当に自分たちを行かせていいのかと尋ねていました。ローゼンはその時、次のように答えます。本島にたどり着いたとしても、最強のラディオの戦士が待ち構えているから、グレンたちが任務を果たすのは難しいと考えていること。さらに、ラディオルは同胞のためなら死を選ぶことも恐れないと。しかしグレンたちは新型のソルジャーであるセフィロスの火星のおかげで、本島にいるラディオルの残党をすべて殲滅します。また、グレンはローゼンが死ねばラディオルの誰かが悲しむのではないかとも尋ねていました。しかし、ローゼンには家族はもう誰もおらず、本島にいるラディオルが全滅した今となっては、誰も悲しんでくれる人はいません。悲しんでくれる人がいるとすれば、それは奇妙な信頼関係を築き、一緒に過ごしたことのある、グレン、マット、ルティアの3人です。魔法の試験掘りが始まると、気の本流が起こる可能性があり、危険だと聞いたグレンは、ローゼンを助けたいと神羅の技師長に頼みます。しかし技師長は今更止めることはできないときっぱりとその申し出を断ります。ローゼンの身を案じたグレンたちは、融通が利かない神羅の命令に背き、ヘリをダッシュします。そこにはローゼンのことをグレンたちから聞いてはいるが、直接は知らないセフィロスの姿もありました。こうしてローゼンを助けたいと思う3人と、
ローゼンを助けようとする3人を守りたいと思うセフィロスを乗せて、ヘリはローゼンのいるシジャド島へと向かいます。しかし、そこでグレンとセフィロスに待ち受けていたのは、あまりにも残酷な現実だったのです。では次に、ローゼンが若きセフィロスにどのような影響を与えたのかについて見ていきましょう。気の本流によってすでに崩壊が始まっている島に到着した4人は、ローゼンを探して島を探索します。そしてようやくローゼンを発見します。ローゼンは島から出て本島に向かったはずの3人がなぜ戻ってきたのかと尋ねます。グレンはローゼンを迎えに来たからだと答え、一緒に島から脱出するぞと伝えます。しかしローゼンは自分にはラディオルの目としての使命があると話し、グレンに小屋まで送ってほしいと頼みます。グレンはローゼンにラディオルの目の話を聞いたときに、ローゼンが最初からこの島を出ていく気がないことを知っていました。それは自分がもう使わないからと言って譲ってくれたボートのことだったり、ラディオルの目という名誉ある任務を全うして星に帰ると語っていたことがそうです。つまり誰とも話さず一生を終える覚悟でこの島にやってきたということです。グレンはそんなローゼンに外の世界を見て、この先も生きてほしいと願っていました。だからこそローゼンを迎えに来ました。しかし、グレン自身が勘として感じていたように、ローゼンは揺るぎない意志を持っていました。グレンはもう使命を果たす必要がないことを教えるために、うつむきながら、もう必要ないんだと伝えます。それを聞いたローゼンはグレンに掴みかかり、なんでそんなことを言うんですかと尋ねます。そしてグレンはローゼンに残酷な真実を告げます。本当にお前の仲間はいない。俺たちが殺しちまったと。その話を聞いたローゼンは、自分を殺さなかった生ぬるいグレンたちに、ラディオルの戦士が負けるはずがないと言って、その話をすぐに信じようとはしません。というよりも、グレンたちがこの場にいることがその証拠だと薄々気づいてはいますが、受け入れられなかったのです。グレンはさらに、その時の状況が自分たちにそうさせたと語ります。それを聞いたローゼンは、言い訳ばかり並べるなと憤り、この島から出て行けと言い放つと、一人で小屋に向かって走り出します。こうしてグレンはローゼンの説得に失敗してしまいます。この状況を見ていたセフィロスは、グレンたちの前に立ち足を止めさせます。そしてグレンの言葉はローゼンにはもう響かないと話します。まだ年が近い自分が説得する方が可能性がある。そう主張したのです。マットとルティアはこれに賛同し、グレンにどうするかと尋ねます。残酷な真実を伝えた自分が説得するのは難しいと分かっているグレンは、ローゼンの説得をセフィロスに託します。こうしてグレンたち3人の思いを託されたセフィロスは、急いでローゼンの後を追いかけることになります。小屋まで一人で戻ってきたローゼン。煙突の周りにいたモンスターに襲われそうになったところを、間一髪でセフィロスが助けます。ローゼンは最後までラディオルの目の使命を果たそうとして薪をくべます。その様子を見たセフィロスは、のろしはもう意味がないと伝え、それはローゼンも分かっているんだろうと尋ねます。するとローゼンは、分かっていると素直に認めます。頭では分かっていても、どうしたらいいのか分からないローゼン。セフィロスは、一体何がしたいんだと尋ねます。ここからセフィロスは、どちらか一方しか救えない究極の選択を迫られることになります。ローゼンは、本当に誰もいないなら殺してくれ。星の中でみんなと会いたいと答えます。セフィロスは一生逃げようと言って説得を試みます。しかしローゼンは、そっちの世界に僕の居場所はない。もう頑張れないと生きる希望を失っていました。セフィロスは、それならグレンたちを助けると思って一緒に行こうと説得します。あの人たちは優しくて、きっとそのせいで死ぬからと。しかしそれを聞いてもローゼンの意志は揺るぎません。ローゼンは、もたもたしているとみんな死ぬぞ。助けたいのは僕じゃないだろう。決めろ。生き延びてほしいのは誰だとセフィロスに選択を迫ります。この時セフィロスは頭の中で自分が守りたい3人とその3人が助けたいローゼンの
どちらを救うべきなのかを天秤にかけます。もちろんセフィロスが救いたいのは前者の3人であると思いますが、それを選択すれば、ローゼンを助けに来た3人の思いを無限にしてしまいます。島が崩壊する切迫した状況の中で、究極の選択を迫られたセフィロスの心境を考えると、かなり辛いものだったと思います。そしてセフィロスは答えを出し、刀を抜いてローゼンに刃を向けます。刃を向けられても表情一つ変えず死を覚悟しているローゼン。一方のセフィロスは刃を向けながらも、まだ自分の選択に迷いがあり、呼吸が乱れています。この時、後ろからやめろというグレンの声が響きます。それを聞いたセフィロスは、この時点で自分も覚悟を決め、迷いを断ち切ってローゼンに刃を突き刺します。こうしてローゼンは強靭に倒れ、ラディオルは絶滅することになります。そのことをリメイク版で登場した世界の先端にいるセフィロスも思い出していることから、セフィロスに大きな影響を与えた出来事だったことは間違いありません。ここでセフィロスがグレンの声を聞いて迷いを断ち切った理由を少し考察してみましょう。一つはグレンが追いついたことで、これ以上ローゼンの説得に時間をかければ全員が島の崩壊に巻き込まれ、誰も救えなくなるという最悪の状況を考えたからかもしれません。またもう一つは、ローゼン自身が言っていた星の中でみんなと会いたいという言葉がローゼンの救いになると考えたからかもしれません。ローゼン自身はこの世界での死を望んでおり、死んで星に帰った後にみんなと会えるなら、先ほどの選択はローゼンも救うことになります。ローゼンの真意を聞いていないグレンたちを悲しませることになっても、その恨みは自分が受け止めればいい。セフィロスはそう考えたから迷いを断ち切って行動に移したのかもしれません。皆さんはどう考えますか？よかったらコメントで皆さんの意見も教えてください。では最後に、ローゼンがグレンにどのような影響を与えたのかについて見ていきましょう。セフィロスにローゼンの説得を託したグレンたちは、後ろからセフィロスを追いかけることになります。その道中で3人は、崩れ落ちた地面からライフストリームが吹き出す、木の本流の様子を見ます。その様子を見たマットは、神話で語られる世界の終わりは、こんな感じだったんだろうなと語ります。そしてシンラはこんなことを繰り返し、これからも続けていくのかと考え、ゾッとします。グレンは、その片棒を担いだ自分たちも同罪だと言って、今までやってきたことの罪の大きさを改めて感じます。これはローゼンというラディオルの少年に出会い、こうやって助けに来なければ考えもしなかったことかもしれません。グレンは次のように語ります。こんなの、もううんざりだ。これからは自分で決めて、自分のケツは自分で拭くと。そう、グレンはここでシンラから離反し、犯してきた罪を償うために、反シンラ組織として活動することを決断するのです。その意見にルティアとマットも同意します。そう、ローゼンがグレンに与えた影響とは、グレンたちの思想をシンラから反シンラに変えたことです。この事実は、リバースでツォンがグレンについて説明するこの会話で明らかになっています。ラディオルにおける地質調査に参加。任務失敗の後、軍より離脱。脱走兵風情があることないこと言いやがって。その後、各地に散る反神羅の思想を持つ者を訪ね歩き、人脈をつないで回ったようです。いかがだったでしょうか？今回はエバークライシスのファーストソルジャー編で初登場したローゼンについて、ローゼンとは何者なのかと題して、その人物像や目的、若きセフィロスに与えた影響、そしてグレンに与えた影響についてまでわかりやすく解説・考察してみました。この動画を見て、エバークライシスで描かれているファーストソルジャー編のストーリーが気になったという方もいるのではないでしょうか。エバークライシスではこの10年後に反シンラとなったグレンとシンラで真の英雄となったセフィロスとの再会のシーンも描かれています。また、10年間の空白にグレンたちが何をしていたのかというのはまだ描かれておらず、今後それがエバークライシスで描かれるのかは気になるところです。このチャンネルでは今後も
FS7 やその他のゲームに関する動画を投稿していく予定です。この動画がいいなと思った方は SNS での共有を、今後も情報が気になるという方はチャンネル登録してお待ちいただければ幸いです。それではまた別の動画でお会いしましょう。エトでした。一体何がしたいんだ。僕がしたいことは本当に誰もいないなら殺してくれ。星の中でみんなと会いたい。一緒に逃げよう。そっちの世界に僕の居場所はない。居場所は作ればいい。俺もそうした。協力する。もう頑張れない。ローゼン頼む。あの人たちを助けると思って。あの人たちは優しくてきっとそのせいで死ぬ。さあやれ。もたもたしてるとみんな死ぬぞ。助けたいのは僕じゃないだろ。決めろ。生き延びてほしいのは誰だ。やめろ。セミロス、やめろ。